こんにちは、着物仕立てそうそうです。今回ご紹介するバッグはこちらのバッグです。中にマグネットスナップがついていて、小さいポケットが1つある、こんな感じのバッグです。はい、ではまず表の裁断をしていきます。カバンの出来上がりが25センチになりますので、25センチの寸法で柄のいいところをします。で、上に2センチ縫い代を取りますので、ここが切るところになります。カレンダーなどの大きい紙をこうして乗せて、手前を合わせると直角が出ますので、ここで切ります。コップやお皿など重たいものを上に乗せて切ってください。上に2センチ、バッグの丈が25センチ、そして下に 1.5 センチ縫い代を取りますので、28.5 センチのところを下を切ります。同じようにまっすぐの紙を乗せて、下を合わせると直角ができますので、この上を切ります。こういう柄のバッグができます。もう1枚表を切ります。今回は同じ柄を両面にするので、こうしてぴったり柄が合うように乗せて重ねて切ります。裏地を切ります。裏地も2枚必要で、柄を見なくてもいいので、こうして半分に折り返して、さっき切った表の生地を乗せて切ります。手前の耳を揃えると直角が出ますので、このまま切っていきます。で、これは名古屋帯をほどいたのですが、ここに三角の折り筋があるので、ここは出ないようにこうして立ち合わせをします。下の輪も切ります。そして今回はこのように表生地よりも裏の生地の方が少し大きいので、だいたい真ん中を合わせて横の耳を切り落としておきます。バッグの紐を切ります。紐はこちらの柄のあるところで切っていきますので、ここから40センチの長さを切ります。名古屋帯はこちらの半分に折れているところに筋があるので、ここは1枚で布が取りにくいので、こういうところで紐を取ると効率よく裁断ができると思います。まずここで柄が終わっているので、ここをまっすぐ切ります。柄を見てまっすぐ切れない人はいつものように折りたたんで切ってください。40センチのところで折り返します。
前の耳を揃えて直角で切ります。布を3等分に折ってアイロンをかけます。両方の輪を切ります。柄のある布の時はこうして3本見て、いい柄があるところ、これとこれを今回は使います。ここは柄があまり良くないので使いません。まず半分に折ります。両脇を真ん中に折り返します。真ん中をもう一度折り直します。はい、これは接着芯のついた硬い伸びない芯です。2センチ幅のものが売っているので、これだとぴったりサイズになるので、これを挟んでいきます。もしこの芯を買うのがめんどくさい方は、この中から抜いた帯芯を3等分に切って中に挟んでもらっても大丈夫です。同じ長さで切ります。で、中に入っていますので、この上からアイロンをかけていきます。接着芯を貼るときはアイロンを上に乗せて10秒ぐらい待ってください。そうするときちんとくっつきます。こうしてきちんとくっつきました。こうするとちょっと取っ手が丈夫になるので、もし芯がある方は中に入れてみてください。ない方はもう入れなくても大丈夫です。はい、こうして2本準備してください。裏地につける小さいポケットを裁断します。こちらも真ん中に筋があるところを使うと効率よく布が使えると思います。まず布端の汚いところを切り落とします。20センチの幅で半分折り返して直角に切ります。半分に折ります。
この折ったところがポケット口になりますので、伸び止めに接着芯を細く切ったものを貼ります。接着芯をのせて、上にアイロンをのせて10秒間待ちます。もう一回半分に折って仕上げをします。表に接着芯を貼ります。今回貼る接着芯はこちらの接着芯です。これ手芸センターとかによく売っている割とメジャーな芯なので、これを買ってきてください。これ厚いって書いてあるんですけど、結構薄くって縫いやすいので、これがおすすめです。で、硬いバッグが好きな方は2枚貼っていただいたり、分厚いのを買ってきて貼ってください。これで2枚分切りますので、今上で重ねてこことここで同じ大きさに合わせて切っていきます。これは今使いやすいようにもう30センチの幅で切ってあるのですが、袋の中は1枚に大きいのが入っていますので、表の布をのせて同じ大きさになるように切ってくだされば大丈夫です。はい、接着芯をくっつけていきます。接着芯は片方が糊がついていなくって、片方がピカピカしている方が糊がついている方です。これを必ず布の下の方に向けて貼っていきます。反対だとアイロンにくっついて大惨事になってしまうので気をつけてください。で、芯は真ん中から貼っていきます。これぐらいゆっくりアイロンをずらしながら貼っていくときちんとくっつくと思います。こうやってずらしていくと芯がよれてしまうので、アイロンを真上から置いていくような感じにして貼ってください。表の印付けをしていきます。上の縫い代が2センチですので、2センチのところでまっすぐアイロンをかけます。底が 1.5 センチ、脇の縫い代が1センチで線を引きます。もう1枚も同じように折り筋と縫い線を描いてください。はい、裏も片方、長い方を2センチ折り筋をしておきます。もう1枚も2センチ折っておきます。
下を 1.5 センチ、脇を1センチで印をつけておきます。こちらポケットを縫っていきます。これ裏に伸び止めの接着芯を貼ったところです。これを中表にして脇を縫っていきます。下の耳の分かれているところから縫うと少しずれても輪がずれますのでいいと思います。 1.5 センチで縫います。紐を縫います。紐はこちらの分かれている方から縫うときれいに縫えます。反対側も縫います。ミシンをまっすぐ縫うコツはこの針のところを見るのではなくって少しここに目盛りがあると思うんですが、目盛りのところを見て布端がぴったり合うか見て縫うとまっすぐ縫えると思います。表を縫っていきます。下の角と反対側の下の角合わせて針を打ちます。ここは折り線と縫い線、反対側の折り線と縫い線を合わせて針を打ちます。今手芸屋さんにこういう洗濯バサミのちっちゃいのが売っていて、これ待ち針代わりにこうして留めるのにすごく便利なので、もし手芸屋さんに行って売ってたら買っておくと便利グッズだと思います。この硬いの針でいちいち留めなくていいので、これはすごく便利です。ここも折り筋と折り筋をきちんと揃えます。真ん中をクリップで留めておきます。縫っていきます。縫い始めの3センチぐらいは力がかかりますので、返し縫いをしておきます。まずポケットのアイロンをかけます。今縫ったところを肩倒しにして、そして内側に折っています。
角を切り落とします。こうして斜めを切り落としてください。下のところは耳の縫い線のほどいたところで今折りました。ひっくり返します。角のところはこうして針を1回突っ込んで引っ張るときれいに出てくると思います。で、空いてるところを反対側に折り返してアイロンをかけておきます。裏地になります。ここにポケットをつけていきます。こうして半分に折って、これが下が空いてるところでこれを手前に折ってこうして置くとポケットの場所が決められると思います。待ち針で留めていきます。ポケットの上のここの始まりのところに力がかかりやすいので、ここに力布を貼っていきます。さっき表に貼った接着芯をこうして小さく切って、この布端に当たるところに貼っておきます。はい、ここにマグネットホックをつけていきます。今回は 1.4 ミリのマグネットホックです。で、このさっき折った真ん中の線のところに接着芯を貼ります。そして真ん中に印を一度つけておきます。上の折り筋から1センチ下がったところにこうして置いて両脇に印をつけます。で、ここに小さく切り込みを入れます。本当にちっちゃい切り目にしてください。ここたくさん切ってしまうと布が裂けてきてしまいます。気をつけてください。で、この穴に足を刺して金具をつけて折り返します。こういうゴムがついたペンチがありますので、これでギュッと押さえておくときちんとつきます。はい、反対側も接着芯を貼ります。真ん中に印をつけて1センチ下がったところに切り込みの印を入れます。ちっちゃく切り込みを入れます。本当に1ミリぐらいの切り込みで大丈夫です。そしたら表から足を突っ込んで金具を
挟みます。ポケットの方がこのくぼんだ方で、何もない方が出っ張った方だと手前側にポケットがついて使いやすい。ポケットを縫っていきます。画面の黄色い線のところを縫っていきます。ポケットの端っこから内側に5ミリ、上のところが三角になるようにぐるっと一周縫っていきます。裏地を縫っていきます。裏地は表よりも少し小さく作りたいので、この 1.5 センチで線を引いた内側を縫っていきます。反対側の脇も線よりも内側を縫っていきます。縫ったところの角を斜めに切ります。ここが今縫った縫い線です。それの角を斜めに切り落とします。ここを切ります。反対側も斜めに切ります。縫った線を切らないように気をつけてください。アイロンで縫い代を倒します。反対側も反対に折り返します。上は2センチでアイロンかけておいたところを折り返して軽くアイロンをかけておきます。表も同じように角を切り落とします。表は刺繍のところが表からほどけてくるといけないので、表は縫い目より少し離したところで切り取ります。上の縫い代のところを折り返すとゴロゴロしますので、ここをこんな感じで切り落とします。まっすぐ2センチ折りたところから斜めに流します。
縫い代を折り返します。表にひっくり返します。縫い代をきちんと畳んでひっくり返すときれいにひっくり返ります。角がきれいに出るように目打ちや針でこうして引っ張り出しておいてください。表からアイロンかけておきます。紐をつける位置の印をつけます。布端から5センチのところに切り込みを入れます。紐にアイロンをかけます。紐付け位置の中に紐が来るように針を打ちます。紐がねじれないように気をつけてください。ここが切り込みで中に紐がつきます。出来上がりはこうなります。反対も針を打っていきます。縫います。紐がずれないように表と紐を縫い付けておきます。縫い代の間で留め付けてください。布端がずれないように揃えて縫います。中に裏袋を入れていきます。
脇の縫い目を合わせて針を打ちます。これはお裁縫道具の掛け針という道具で、洗濯ばさみの大きいのみたいなのですが、これをこうやって挟んで布を反対側に引っ張って針打ちや縫い物をするとずれなくって綺麗にできるので、ぜひ使ってみてください。裏のここのところにスナップがついているので、縫う時に縫い上がらないように気をつけてください。最後、ここの脇の反対側の脇のところで表と裏がずれていたらタックを取って調整してください。出来上がりました。軽くてとても丈夫で便利なバッグなので、ぜひ作ってみてください。これからこんなバッグやこんな感じのポシェットの作り方も紹介していこうと思っています。よかったらチャンネル登録をしてください。ありがとうございます。着物仕立てそうそうでした。